東京で初めて世界文化遺産に選ばれた建造物、国立西洋美術館やアメ横ショッピングを満喫したパスポのナオミンナチュが次に訪れたのは九州の長崎県。東京から長崎も飛行機でならおよそ2時間と意外に近くに感じますね。東京の上野から長崎にやってきました。見て、すっごい見晴らしがいいよ。すごい綺麗、広いね。ということで私たちは今、グラバー園の隣にやってきております。はい。なんか東京でもね、美術館、世界遺産に登録された美術館を見てきたけど、はい。このグラバー園の中にある旧グラバー住宅も世界文化遺産に登録されているらしい。ね、なんか長崎もいろんな世界遺産がありそうなので、はい。東京とは一味違った世界遺産をたくさん見ていきましょう。イエーイ。鎖国時代唯一交易を許された町として西洋と中国の文化をもとに独自の発展をした長崎県長崎市。多くの歴史的建造物を目にすることができるこの町で、まず2人が訪れた場所は大浦天主堂。教会だ。すごい。ここ国宝なんだよね。すごい。もしかしてここも世界遺産になりそうって感じなのかな。なるといいね、世界遺産に。国宝に指定されている大浦天主堂は1864年にフランス人宣教師が建造した現存する日本最古の教会堂です。歴史、芸術、宗教的に重要な教会として2018年の世界文化遺産登録が期待されています。西洋の文化に触れたパスポのお二人、まだまだ長崎の魅力はこんなものではありませんよ。見て、軍艦島デジタルミュージアム。ああ、軍艦島。今無人島のところだよね。ねえ、聞いたことある。すごい。行ってみたい。何があんだろう。ね。ここ軍艦島デジタルミュージアムには2015年世界文化遺産に登録された端島炭鉱のある島、通称軍艦島の 3D 映像やおよそ3000枚の写真を投影した30メートルスクリーン、さらには VR での軍艦島疑似体験などデジタル技術を通して軍艦島の歴史を体感できるんです。そもそも軍艦島ってどういった島なんですか？そうですね、そもそもここにもありますようにね、大体石炭の島ということで、石炭の島。そうですね、もう100年以上の歴史があって、それでもう非常に栄えた、そういう島が軍艦島です。実はね、私そこで生まれ育って。地元の方なんですか？地元ですから。いい話とか聞けそう。そんな魅力あふれる世界文化遺産軍艦島になんと上陸できるツアーがあり、毎日運行しているとのこと。軍艦島出身のガイド木下さんも同行していざ出発。出港からおよそ45分もすると、ちょうどね、今皆さん右手の方にね、軍艦島見えてきました。はい。いろんな方がここにちょっと上を出ようかなとか、護岸作ろうかなとか話して水でした。かつて海底炭鉱として日本の近代化を支えたこの島は、岸壁が島全体を囲い高層鉄筋アパートが立ち並ぶその外観が軍艦に似ていることから軍艦島と呼ばれるようになりました。見る者を興奮させる異様な雰囲気に包まれた世界文化遺産の島へ上陸です。わー、すごい。見てください。大きい。わー、すごい迫力がすごいよ。狭い島で多くの人が生活するため、1916年には日本初の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅が建設されました。最盛期にはおよそ5300人もの人々が住み、人口密度は当時世界一だったと言われています。世界文化遺産ということもあり、上陸ツアーでは限られた区域のみでしか見学はできませんが、
今回は特別に許可をいただき立ち入り禁止区域に入らせてもらいました。でこれ左側あと見てみてください。うわー、うわー、はあ、大きいな。これが7階建ての小中学校で4階までが小学校でした。そして5階とね今屋根が潰れてる7階が中学校だった。じゃあここに通ってたんですか？はい、通ってました。へえ。じゃあね、正面にあるのが4階建てのね羽島病院です。ここ覗いていただく。なんだ？あれ手術室のライト。あーそのまま残ってる。そのまま残ってるねスリッパとか置いてあるもん。何年前のもの？そのままの状態です。当時の40数年前の。そのままの状態にこういうふうになって残ってんだ。残ってるのね。でこれが65号棟っていうね。ここがだいたいこの65号棟の中庭になるんですけど、中庭。ここの一番上が僕が住んでた部屋。本当ですか？そうそう。だからこっちが一番北側になるんで、もう冬めっちゃ寒いの。そうなんだ。そういやすごい。ここで人々が暮らしてたんでしょ。そうですよ。へまあ実際に自分たちが住んでた頃よりももう非常にね、もう数段変わってしまってるんですけど、でもふるさとはふるさとです。変わらないですよ。本当お話聞いてるだけですごいここの島で暮らすの楽しそうだなって思いました。だからもっともっとねこの軍艦島の世界遺産に知ってもらって、もっともっと軍艦島に来てもらってこの軍艦島がどれだけ楽しかった島かっていうのをね知ってほしいなと思いますね。はい。炭鉱の閉山により無人島となって43年、世界文化遺産に登録され再び注目されるようになった軍艦島で貴重な体験をさせてもらいました。さて続いて2人が向かった場所は、いやせっかく長崎来たからなんか美味しいもの食べたいな。長崎と言ったらやっぱカステラでしょ。あーそうだよね。ということでじゃーん、文明堂さんにやってきました。17世紀日本で唯一西洋との貿易を許可されていた出島の近くに店舗を構える1900年創業のカステラ屋文明堂。カステラは16世紀キリスト教の町であった長崎にポルトガルの宣教師によって伝えられたとされ、独自の発展を遂げました。こちらが昔ながらの定番のカステラになりまして、そこにザラメがついているのが、長崎カステラの特徴になるんですけれども、ご試食をですねご用意いたしますので、やったー。ください。それじゃあ試食いただきます。いただきます。色い真っ黄色。美味しい。やっぱ生地が濃厚だよね。しっかりしてる。うん。ザラメが美味しい。下についてて美味しい。ちょうどいい甘さ。美味しい。長崎に来たら絶対に食べておきたい銘菓です。さてさて続いては長崎市内からちょっと足を運んで県の南に位置する島原市へ。かつて島原城の城下町として栄え、情緒あふれる町並みを今なお残す水の都島原。町筋に沿って流れる湧き水は日本の名水に選ばれており、鯉の泳ぐ町としてきれいな水の中を優雅に泳ぐ鯉を目にすることができます。すごいお水が出てる。本当だ。湧き水？湧き水。自由に飲んだりしていいって書いてある。冷たくて美味しい。柔らかい。サラサラしてる。そう。こんにちは。こんにちは。びっくりした。勝手に飲んでました。いただきました。お父さんはここのお店の方ですか？そうです。金物屋なんですね。金物屋さん。もしよかったら見ていかれませんか？見ていきたいです。およそ140年続くここ井ノ原金物店は国の登録有形文化財にも指定されています。マニアックなアイテムを取り揃えるちょっと変わった金物屋さん。店の奥には湧き水を利用したカフェやギャラリーもあるんです。なんかちょっといろんなものありすぎてどこから見ていいかわからない。わからない。ハサミとか。
刃物とかね、台所用品とか、ね、面白いのはね、本物の手裏剣。手裏剣。これ本物なんですね。本物ですか？兵庫県のね、三木の鍛冶屋さんがね、昔の江戸時代の手裏剣を厳密に復元したものです。かっこいい。本物の手裏剣初めて見た。忍者じゃん。そうです。買えるの？こっそり買えます。買えるってすごい。どこで使う？売ってるの初めて見た手裏剣。外国人のお客さんとかも来るんですか？多いですね。その時は何を見ます？さっきの手裏剣とかやっぱりそれとか刀もあるんですね。これは売ってるわけじゃないですよ。これは売ってるわけじゃなくて、600年前ぐらいに打たれた刀で脇差しなんですね。600年誰かがずっと手に入れた人がずっとメンテナンスをして大切にして引き継いできてるから原型が今ここにあるということですね。へー、すごい。まるでおもちゃ箱の中にいるような見ていて飽きない老舗の金物店。あなたのお気に入りの一品が見つかるかも。さてさて、島原に来たからにはご当地グルメも外せません。中でも古くから地元で親しまれてきた島原名物かんざらしは、島原の湧き水を使って作られた素朴でありながらも上品な甘さがある絶品スイーツ。こちらのお店ではその手作り体験ができるんです。早速かんざらしの白玉団子を作っていきましょう。こねこね。楽しい。初めてです、私作るの。そうなんですね。そうなんです。楽しいね、なんか。ね。確かにお店のも美味しいんですけど、こうやってご自分で作ったのはとっても美味しいです。よーくこねた後は棒状に伸ばして1センチほどの大きさにちぎって丸めていきます。沸騰したお湯でおよそ2分茹でたら島原名物かんざらしの完成です。美味しそう。いただきます。もちもちしてる。美味しい。甘いですね、このシロップ。そうですね。こちらではですね、三温とザラメ、蜂蜜を使っています。あとこの雰囲気がいいよね。お庭を眺めて食べるのもまた美味しいと思いますね。気持ちがいい。なんかゆっくりと時間が流れるね。日本って感じ。ジャパン。島原名物かんざらし、日本の原風景とともに味わってみては。さあ、すべて回ってきたけど、よかったね。よかった。東京もやっぱりすごかったけど、長崎も本当にすごかったね。軍艦島すごかったね。よかった、本当によかった。そのまま残ってて、その時代のものが、人の力ってすごいね。すごい。上野も長崎もとっても魅力的なところなので、皆さんもぜひ遊びに行ってみてください。紹介した場所以外にもまだまだ楽しい場所や美しい景色がいっぱいです。ご覧の工程なら無理なく回ることができますのでご参考に。詳しい情報はご覧のキーワードで検索。